ぬりぬり公式チャンネルをご覧の皆様、漆喰相談室の岩田です。今回はこちらの石膏ボード下地の場合の下地作りというのをご紹介していきたいと思います。ぬりぬりはもうすでにボロボロになっていて、これはちょっと剥がさないとダメだなっていうもの以外は基本的にどんな壁、どんな下地にも直接塗ることができます。新築とか新店舗を新しく建てる時であったりとか、リフォームで壁をやり直す時とかっていう時にだいたいもう9割方この石膏ボードは使われますので、今ちょうどそのタイミングっていう方であったりとか、近い未来そういう風に検討されてるって言われる方、もしくは現状は考えてないけどどっか遠い未来で検討したいなって思われてる方々にとってご参考になる動画になればなと思っております。この動画のご不明点やご質問に関しては下のコメント欄にいただければご回答させていただきますので、コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。またこんな動画が見たいっていうリクエストもお受けしておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、ではこちらにカットした石膏ボードをご準備させていただきました。実際に壁に石膏ボードを貼る時の石膏ボードの貼り方に関しては、ぬりぬりのホームページにボードの貼り方をご紹介している詳細ページっていうのがありますので、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらご確認いただければなと思います。こちらの石膏ボードの下地の時にご注意いただきたいポイントっていうのは2つになります。まず1つ目なんですけれども、このボード自体が揺れたりずれたりしないようにしっかりと固定をしてあげてください。今回ちょっとこれに関しては仮で留めてるので、ここの箇所だけで6箇所しか留めてはないんですけれども、本来であればこの留めてるビスの間隔ですね、ビスピッチっていうんですけれども、このビスピッチ自体がだいたい 150mm から 200mm、15センチから20センチくらいの狭い間隔で留めていきます。というのも漆喰自体はとても硬くて丈夫にはなるんですけれども、この下地自体がずれたり揺れたりすることで、ここに入っているこの目地のところですね、ここからひびが入ったりとか割れてしまったりっていうことが起きてしまうんですね。逆に言うと、この下地がしっかりと固定さえしておけば、普段の生活で漆喰が割れる可能性っていうのはほとんどなくなりますので、このボードはしっかりと壁に固定していただければなと思います。ビスピッチを狭くして下地を揺らさない、ずらさないっていうところが1つ目のポイントになってきます。2つ目の目地部分を平らに仕上げるっていうところになるんですが、目地処理が甘くて平らになってないと、その上に塗った漆喰に色ムラが起こってしまうんですね。この目地の部分に白い線が入ってしまったりとか、このビスの頭のところですね、ここの色がちょっと変わってしまったりとかっていうことが起こってしまうので、パテ材をつけるところ、目地部分であったりとかビスの頭、あとはちょっとした補修をする穴が開いてるところであったりとかっていうところに関してはしっかりと平らに仕上げていただければなと思います。どうして色ムラが起こってしまうのかに関しては、以前ご紹介させていただいた色ムラ編で詳しくご紹介をしておりますので、概要欄にリンクを貼り付けておりますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいなと思います。ではこの石膏ボードを使って下地作り、今回でいうと目地処理のところですねを行っていきたいと思います。はい、ではパテ材を使って目地の処理とビス穴のところですねを埋めていきます。で、今回使うこのパテ材なんですけれども、うちで作ってるプロ向けの目地材になるんですけれども、市販のパテ材で全然問題ありませんので、ホームセンターとかに普通に売ってるやつで全然大丈夫になります。ではまずビスの穴から埋めていきますね。で、ビスの穴に関してはコテのですね、この先っぽのこの辺に材料をちょっとだけつけるようなイメージですね。これぐらいで大丈夫です。そしてそのままビスの頭のところですね、こういうふうにつけます。で、つけた後にパテ材の時はもうつけたやつをこすり取るようなイメージになるので、かなり傾けていただいて大丈夫です。傾けてそのまま上に上げてあげる。
上も同じようにやっていきますね。ちょっとだけつけて、で次目地の部分なんですけれども、目地の部分はもうこの隙間にこう埋めてあげるようなイメージになるので、漆喰を取るときと同じような片一方側に材料を取ってあげて、そのままこう練り込んであげる。あとは一緒です。練り込んであげたやつをまたこの辺のやつをこそぎ取るようなイメージになるので、こうしてあげるときれいに埋まるようなイメージですね。じゃあちょっと続けてやっていきます。一応目地埋めとビスの頭とちょっとした補修の穴を今埋め終わりました。ちょっと乾燥させるっていうような流れになります。パテ材の種類にもよるんですけれども、パテ材が乾く時に縮んでしまうものっていうのもありまして、これを痩せるっていうふうに言うんですけれども、痩せてしまうと要は今こう平らに塗ってるものがこうちょっと奥に入っていってしまってへこみができてしまうんですね。へこむともちろん平らにはならないので、乾いたタイミングでちょっとへこんでるな、こう触った時にちょっとへこんでるっていうのがあった場合、その上からもう一度パテ材を塗っていただいて平らになるようにしていただければなと思います。この目地の部分をできるだけ平らにするっていうところが2つ目のポイントになります。はい、パテ材を塗り終えてちょっと乾燥しました。先ほどお伝えしたようにしっかり平らになってるかどうか、要はパテ材が痩せてないかっていうのを確認していただいて、問題なければこちらファイバーテープ、ジョイントテープとも言うんですけれども、仕上げにこちらのファイバーテープをつなぎ目のところを貼っていってずれないようにしっかりと補強をしてあげます。ではこちらのテープを貼っていきますね。こんな感じです。テープなので貼り付くのはつくんですけれども、粘着力がそんなに強くないので、この後の工程の例えばシーラーを塗ったりとか、漆喰を塗っている最中にこのテープが剥がれてしまうっていう恐れもあるので、こちらタッカーですね、これを使ってしっかりと固定をしていきます。このタッカーを留めるタッカーのピッチですね、これもビスと同じぐらい150から200ミリ、15センチから20センチぐらいの間隔で打っていただければなと思います。こうすることでずれない下地ボードっていうのになります。でちょっとタッカー止めした箇所1箇所だけ入りが弱いところがあるんですけれども、今みたいなところに関してはこういう金槌ですね、ハンマーとかでしっかりと奥まで入れてあげる。こうすることでボードが壁に固定されて強い下地になります。はい、今回は石膏ボードの下地作りというのをご紹介をさせていただきました。正直このボードを貼るところから DIY でされる方っていうのは少ないのかなと思います。ボードの貼るところっていうところまでは結構大工さんの方でされるケースって多いと思うんですけれども、可能であればこの目地処理のところまでプロの方にしていただければ、あとは実際そのシーラーを塗って漆喰を塗るだけになるので
結構その後の工程が楽になるかなと思います。また結構プロの方にお願いするとしっかりとした下地っていうのが出来上がるので丈夫で長持ちする壁になります。ただ壁紙を貼る時の石膏ボードのそのビスのピッチですね、先ほどお伝えした漆喰の場合は結構狭い間隔でビスを打っていくんですけれども、壁紙の時とかっていうのはそこまでこの間隔っていうのを取らないことが多いんですね。なのでもしこのメッシュのところまで、石膏ボードの貼り付けっていうところまでプロの方にお願いする場合に関してはビスピッチを狭く取っていただいて、もうボード自体がほとんど揺れない、ずれないっていう状況にしていただくっていうのが、ポイントになるかなと思います。ということで今回は以上になります。下地なので見えないところではあるんですけれども、出来上がる漆喰の完成度っていうところに結構影響してきちゃうので、今回のこの動画ご参考にしていただいて、このぬるぬるで素敵な壁仕上げていただければなと思います。それではバイバイ、岩手でした。